ゴムのストレッチバンド、これスーパーボール2種類大きさありますけど、これのトレーニング方法などもちょっとだけ紹介していきます。こんにちは、基本のヨガのかすみです。体ケアのちょっとしたグッズを使ったメンテナンス法第3弾になります。一番最初はテニスボールを使ったものをご紹介してます。2回目は本を使ったもの、筋肉、圧をかけて緩めていったりするものを紹介してます。今日はおそらくバレエをやってる方でしたら皆さん大体お持ちだと思うんですが、ベルトですね。バレエ以外でもスポーツやられてる方持ってるかもしれませんね。このゴムのストレッチバンド、これを使ったものを紹介します。それからあとは、これはクラシックバレエの人だけかなと思いますが、スーパーボール2種類大きさありますけど、これのトレーニング方法などもちょっとだけ紹介していきます。さあ、まず最初はですね、ストレッチバンドですね。いろんな風にね、皆さん使ってますよね。で、例えば足の形は気にしないでください。何でもいいんですよ。こういう風に持って、肩関節、背中とか肩関節を柔らかくするのに使ったり、これ伸びますからね、タオルでやるよりも柔らかいと思います。でそれから後ろに広背筋をね鍛えるためにこういう動きをしたりとか、サイドストレッチ、体を長くしたままサイドストレッチするのにもいいですね。サイドストレッチするときにどうしてもこういうふうに丸くなりやすいですから、両方の両体側を長く二重にしましょうか。両体側を長くしたままこういうふうに動かすのにとても役に立ちますね。で今日はですね、一つ足の小さな動き、これはねダンスをやる人、バレエの人向きかもしれません。ヨガの方はそういうのもあるんだなと思ってみてください。はい、分かりやすいようにちょっとアングル変えてみましたよ。まずですね、足のここにかけます。こうやってかぶせますね。でかぶせたら、この辺りに、私は手が疲れるのでお尻の下にこうやって入れちゃったりするんですけど、キュッと張った状態、ピーンと張った状態で今お尻の下に入れてますから、手がフリーですね。手がねこうやって疲れるんですよ、持ってると。でこの状態でいいところまで、ちょうどいいところまで伸ばします。かかとを床につけます。そして母子球のところ、母子球のところを床につけます。でそこから指をこうやって動かしていくんですね。指を縮めないでなるべく遠くに、かかとと母子球をつけて、ここにアーチがすでにできてます。で指を遠くにしながら、縮めるのではなく遠くにしながら指の腹をついていくっていうのをだいたい30回ぐらいですかね、やります。遠くに引っ張って、遠くに。そうすると足の裏の筋肉、つま先を伸ばすのにすごく効果的ですね。はい。でそれが30回終わったらちょっと1回緩めて、今度は先にこういうふうにつま先を伸ばした状態を作ってかけます。さっきはこういう状態ですよ。今度は伸ばした状態、今ちょっとねわざと指曲げてますけど、曲げた状態でまたいいところまでゴムをビーッと引っ張って、そしたら指を伸ばします。ちょうどねカタツムリがイヨーンって目出すみたいな感じ、あれ目ですかね。そんな感じで指を伸ばしていくっていうのをやります。でこれはかかとだけついてます。かかとだけついてる。正面から見るとですね、
指を曲げたところから伸ばしていく。これもね、30回ぐらいやりますね。で、母子球、小子球のところはついてもいいですからね。浮いててもいいし、ついててもいい。かかとは置いたまま。なるべく伸びたらもっと伸ばそうとする。もっと前に前に前に。そうするとここの筋肉ものすごく使えますね。指の長さは違いますからね、伸びにくい指あるかと思いますけど、一番長い指がね、伸びきらないかと思いますが、なるべく伸ばそうとして。特にこの人差し指がね、伸びにくいですね。こう使ってあげて。はい。だんだん疲れてきましたか？疲れるぐらいやるといいですね。はい。それでは、やった方とやらなかった方と足の指の感じ、ちょっと、はい、感覚、あ、全然違う。なんか、なんでしょうね。言うことを聞くというか、スムーズに伸びていく感じがありますね。こっちはまだちょっと硬い。はい、じゃあ反対もやりましょう。最初は、指を立てた状態。かかとつけてくるみますよ。指先くるみます。で、手でこうやって持ってもいいんですけどね、肩疲れるとね、お尻の下に入れちゃう。はい、入れました。そしたらちょうどいい針のところまで伸ばしていって、かかとと母子球のところを床につける。でそれからあとは、はい、地道に伸ばしながら指つけていく。指のこの辺ぐらいまでつけていく。指をね、曲げてつけるとアキレス腱硬くなりますからね、なるべく伸ばして遠くに引っ張って、遠くに。で、あとはこのゴムの強さもね、いろいろありますよね。これは多分ミドルぐらいだと思うんですけど、最初はソフトから始めるといいと思います。でも足が十分強い方はミドルかハードでやるとかなり厳しいですね。で、あまりきついのでやりすぎない方がいいかなとも思うんですけど、それはもうその方の足の強さで。私はミドルぐらい、ちょうど程よい張り感で回数をやるようにしています。で、あとは押さえるだけでもこれものすごく筋肉使ってるんですね。で、押さえた状態でしばらくキープして、そして緩めるっていうのもいいかと思いますね。バリエーションとして。でこれもね、30回ぐらいやってください。はい。そしたら今度は、はい。伸ばした状態、わざと丸くしますよ。これから伸ばしたいですからね。はい、丸くしといて、はい、ちょうどいいぐらいの針を作って、かかとついてます。そして指を伸ばそうとする。カタツムリのこれですよ。指を伸ばそうとする。伸ばそうとする。足の中足骨の骨ものすごい使ってますね。子供の頃からね、バレエをやってて、そうですね、10、15、16ぐらいになるともう骨がしっかりしてますよね。でそのぐらいのレントゲン写真を撮るとね、バレリーナの方はこの2番目の指の中足骨の骨がものすごく太いそうですよ。一般の人と比べてね、ものすごくこのね骨が太いんですって。特に2番目の骨がね、面白いですね。っていうことは、トーシューズ、こう横アントワークの時に2番目の指をすごく使うってことですよね。ここでコントロールするんでしょうね。人事みたいに言ってますけど。左はとても弱いんです。実は私は。左足ね、ちょっとやりながらね、お話ししちゃいますけど、左足結構捻挫して、ひどい捻挫をして、靭帯が少しね、緩いんですね。あとは指も、学生の時に機械体操して時に、ここ脱臼みたいな感じでもう指が曲がらないんですよね。靭帯がちょっと緩くなって、でそんなこともあって特に左が弱いんです。
でも、そんな言い訳をしても舞台の上では通用しないですからね、やらなきゃいけないですね。伸びましたか？指伸びましたか？ね、本当の靴の中でね、指が足の裏で靴を押す力っていうのすごく大事ですからね。さあどうですか？足動きやすくなりましたか？ね、はい、じゃあ足指が動きやすくなったところでボールいきましょう。ボール2種類私は使っているんですけど、大きい方は主に足の裏ほぐしですね。これ皆さんもやられてると思います。足の裏ほぐし、こんな感じでグニ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 、ね、であとは小さい方のボールは掴んだりするときに使っています。で掴み方いろいろですけど、指だけで掴むというよりも足のこっち側とこっち側で両方からこういう感じで掴むイメージでやるといいかなと思います。ね、ちょうどこの真ん中のところに線が入りますね。で、この掴んだまま、掴むだけだと面白くないですからね。寝っ転がって、よいしょ。はい。で、ここから掴んだ足を上にします。交差します。で、そこから足をパッセして、膝を曲げていく。で、付け根を少し縮めて、足の甲を伸ばしていくように、ボールを落とさないように。で、少し回転させてくださいね。股関節外に回して、掴んだまま、掴んでるのを意識しながら持ってくる。膝の下だけ持ってくる。で、もう一度伸ばして、ボールを掴みながら、落とさないようにしながら伸ばしていく。ボールを掴みながら、くるむようにしながら持ってくる。で、これをね、3回から10回ぐらい幅ありますけど、好きなだけやってください。で、この時の注意点としては、膝下だけ動かすこと、それから反対側のお尻が浮いてないことですね。おへそがまっすぐ天井向きのまま。で、膝がねじれないようにこのまま少しかかとを上にして持ってくるようにする。動きの中でね、使ってあげるといいです。反対もちょっとやってみましょうか。まず足で持ったら上に乗せますね。そしてこっちのお尻が浮かないことが大事ですね。今見えるように手どけてますけど、はい、膝曲げたら少し股関節を縮めたところで伸ばします。あんまり足高くない方がいいと思います。高くしたい方はいいですけど、高くするとお尻がずれていきますから、ね、90度よりちょっと上がるぐらい、90度ぐらいでも十分です。そして膝から下を持ってくる。この動いてる方の足あんまり見えないと思いますが、今こっちに注目してくださいね。こっちが足を動かすことによって、膝が伸びることによって、こういう風に取られないように、ここくっつけて骨盤このまま行ってください。で、掴んだボールを離さないように、掴んだまんまボールを向こうに引っ張るようにして、で、ボールをさらに抱え込むような感じで持ってくる。で、掴むイメージとしては、こことかかとで挟んでるイメージですね。指だけでこういう風にするんじゃなくて、かかとを下げて、ボールを指とかかとでパックンしてる感じです、ね。イメージ。はい。はい、今日はボールとそれからストレッチバンドを使ったものをいくつか紹介しましたが、クラシックバレエをやっている方はもうすでにやられてるかもしれないですね。でこれはおそらく外反母趾の方のトレーニングとか足裏を強化したい方にもとてもいいと思いますので、ぜひバレリーナストレッチですけどやってみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございます。よかったら登録お願いします。